どうも、ビデオパレスです。今回は、焚き火で作る飯盒パン。もう飯盒パンの作り方すでに投稿してるんですけれども、それの焚き火バージョンですね。ボツにしてたやつです。スウェーデン軍飯盒のステンレスバージョンでお湯を沸かします。まず最初にお湯を沸かします。これちょっとですね、ずれてるんですけど、で、ぬるま湯を作ります。熱湯を入れた後に、水で、温度を下げ、ぬるま湯を作ります。ぬるま湯じゃないとですね、ドライイースト発酵が進まないんでですね、お風呂のお湯程度の、なんで指でかき混ぜて作ります。大事なことなんで2回やります。で、強力粉にドライイーストを入れます。強力粉 200g だったと思います。300g だったかな。で、市販のドライイーストですね。1袋。それに塩。もうこれは必ず入れます。塩入れないと、味気ないパン。ほぼなんじゃこらっていうのができる。お好みであと砂糖ですね。よく混ぜます。ここからノーカットなんですけど、ちょっと早送りもしつつ見てもらいます。で、竹べらに書いたんですけど、混ざればいいです。で、そこにぬるま湯ですね。先ほど作った入れる。本当はですね、これ真ん中をちょっとへこまして、そこに水を、ぬるま湯を入れて、周りからこう、なんていうんですかね、攪拌っていうか、こう、ゆっくり混ぜていくっていう感じになると思います。ぬるま湯はですね、少しずつっていうか、測らないんでですね、もう野外の料理なんで、ちょっと固めだな、生地が固めだなと思ったらこういうふうに追加して、また混ぜると。ドライイーストがですね、生きてるんで、こういうふうに、なんていうんですかね、独特の形になりますね、パン生地は。で、よく、ぬるま湯と、粉を混ぜると。だいたいこんな感じでも十分ですね、発酵させるんで。で、木べらについたやつは、なるべく取って。で、発酵させるために、これは濡れ布巾っていうかバンダナなんですけど、でも飯盒2つ使うんでですね、もう1つ作るんですけど、強力粉とドライイーストと塩を入れて、そこにぬるま湯を入れるんですけど、1回目が継ぎ足したんで、最初からドバッと入れてます。入れすぎなんですけどね、ちょっと追加して入れる工程を省きたかったんで、最初からどっかり入れましたけど、入れすぎても後で粉追加すればいいんで、どうとでもなります。で、これお菓子とかで使うですね、ヘラを使ってます。これはものすごく使いやすいです。こういうものをこねるときには。混ざればいいんでですね。そしてやっぱりこう、ついたやつを外すと。で、発酵させるラップかよっていう話なんですけど、バンダナなかったんで、ラップにしました。で、2時間ほど発酵させます。その間に、洗い物とかをですね、野外の場合はします。沸かしたお湯もいい感じにぬるま湯になってるし、作ったぬるま湯も余ってるんでですね、割とこういうヘラ系のやつは簡単にぬるま湯なんでですね、洗うことができます。指で洗うのが一番いいですね。
で、竹べらより、黒い方の、シリコンかな。あっちの方が断然いいです。見た目は竹べらとかの方がやってますって感じなんですけど、使い勝手に関してはいまいちですね。で、焚き火を起こします。これはミモザの木ですね。2時間ぐらい経つと、こんぐらい膨れてます。こねないパンのレシピなんで、こっから形を作るだけなんですけど、まな板の上に、クッキングシート、便利ですね、を敷いて、これうどんとかそばでいうところの打ち粉ですね。ちょっと量多すぎなんですけど、そいつをクッキングシートに生地がつかないですね。やって、この上に置きますけど、うまい具合に一回転するんですね、くるっと。あんま意味はないんですけど。で、もうこの時点でなんでまな板の上にクッキングシートを敷いてやったんだろうって後悔してるんですけど、こういうふうに四隅を中央に折り込むような感じでですね、やればいいんですけど、なかなかですね、クッキングシートがツル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 滑ってうまくいかないんでですね、ちょっとイラついてるんですけど、これはですね、今下の面になってる、結局手を使い始めたんですけど、手だけは使いたくなかったんで、ヘラで頑張ってたんですけども、諦めてますね。この裏側がフラットになってればいいんでですね、もうまるで中華まんを作るように。でもこんなもんでいいんで、こっち側の面が上になるんでですね、こっちが綺麗になるようにして、粉を払って、で、もう一回、バンダナかけて、休ませます。ベンチタイムって言うんですかね、パン作りとか。15分ぐらい休ませるんですけど。これが2つ目のやつで、こっちの方がですね、結構膨らんでるんですけど、こっちはですね、ちょっと見てもらえればわかるんですけど、ちょっと緩いでですね、ちょっと多めの粉を入れて、で、先ほどのこっちの方で、また打ち粉を入れて、クッキングペーパーを使わずにこの中でやろうと。最初からこうすればよかった。最終的にはもうこのやり方にしてるんですけどね、今は。スリッパが見えてるんですけど、これは2月の上旬です。とてつもなく寒かったです。で、こういうふうにですね、もう全然クッキングシートよりうまい具合に、こねることができてて、こねないパンなのにこねてるじゃないかって話なんです。こねるっていうより、実際のパンはもっとこねますからね、もう1時間ぐらい。これも最終的に手を使っちゃってるんですけど、ひっくり返した時のこっちの面がですね、こういうふうに綺麗になってればいいんで、そのために四隅を中央にって引っ張ってるだけなんでですね、実際こねてるわけではない。でもこれはラップすらせずですね、もともとの木で蓋をしちゃう。でいい感じで置きになってるんでですね、右上のショベルでちょっと鳴らしたりするんですけど、でこれがベンチタイム終わった、パン生地ですね。見た目はあんま変わんないんですけど、でスウェーデン軍飯盒に入れます。これがですね、もっと思いっきり入れればよかったんですけど、ちまちま入れてたらですね、割と時間かかってっていうか、めんどくせえなと思いながらやってます。で、この不要な部分は切ります。切った方がいいですね。出てると火がついちゃったりもする場合もあるんでですね。
そのままにしてもやったことあるんですけど、最終的には切るようにしてます。巧みに入れりゃいいだけなんでですね。で、切り込みを入れます。生地の片付きでいい感じですね。こう切り込み入れて、パカッとこう口が開いて、それがいい感じの生地です。で、バターを入れておきます。で、こっちは平式飯盒ですね。日本の飯盒です。どこにでも売ってある。もうこれ最初にクッキングペーパーを敷いてですね、もうそのまま、もうすでに切ってます。で、これ見てもらうとわかると思うんですけど、こっちの方がちょっと生地が緩いですね。緩いっていうのはこう柔らかい。特段影響はないです。で、バターを置いて、蓋をする。で、焼きます。オーブンのようにして使うんで、こんな風にしてるんですけど、スウェーデング飯盒の上蓋ですね。他の取っ手がある上蓋の飯盒をこういう風にして置いた方が炭が安定します。これ、平式飯盒もそういうやり方できるんですけど、やってなくてですね、上に置くのがちょっといまいちだったので、はい、失敗してます。焦げてます。この時点で気持ちはブルーです。クッキングペーパーもですね、焼けてて嫌な予感しかしません。その通り、底も真っ黒です。これはですね、ちょっと火が強すぎました。で、平式飯盒の方。いい感じに焼けてるじゃないか。ただですね、クッキングペーパーの色、やはり嫌な予感しかしません。で、こうすぐ抜けるはずなんですけど、こう、クッキングペーパーがブチブチ、もうすでにクッキングペーパーも焼けてるんでですね、と思いながら、引き抜くと、黒い物体がですね、お前もかいって感じで、焦げてですね、固まってたんで、なかなか取り出せなかった。焦げを切り落として食べてるんですけど、失敗。で、別の日ですね。通称別日ですね。もう速攻、リベンジです。省略して、生地をもう発酵させてですね、入れたところからなんですけど、見ての通り、ゆるゆるの生地になってます。もう慌てて作ってるんで。バターを入れて、今度はこういうふうに上蓋を閉めてます。焦げないように。で、平式飯盒の方ですね。こっちも、もう生地がですね、もうゆるゆるです。慌てて作ったんで。でもソフトタッチな食感になるだけなんでですね。で、焚き火がお気になったんで、ここでやります。で、上蓋の使い方、違うんですけど、こういう風にですね、この形でやると炭を置くのが非常に難しいです。少ししか置けません。焦げないようにしたんでですね。で、比べてみるとわかるんですけど、距離を空けてですね、前回みたいにそこが焦げない。で、平式飯盒の方もちょっとですね、かまどチックにして、とても風が強い日だったんですけど、揺れてるのは風で揺れてます。で、20分ぐらいかな、火にかけといて、お気をどかして、開けてみます。思ったより焼き目がついてないのは焦げないようにビビりながら火から上げたからですね。でもしっかり火は通ってるんでですね、ソフト食パンみたいな白いパンがありますね。アルプスの少女ハイジが
ドイツのクララの家で見た白いパンですね。ペーターのおばあさんに食べさせたいって言ったあのパン。これは平式飯盒で作った方ですね。スウェーデン軍飯盒の方はですね、失敗してました。両サイドの方がですね、生焼けになってたんで、映ってません。こっちをですね、もうほんと、ものすごくもっちりしてて柔らかい。なるほどね。まあ、そういう感じでできたんで、2ヶ月後にもう1回作って動画を投稿してると。まあエンディングなんですけど、これする前にダッチオーブンとかでもう作っててですね、全然楽勝だったんですね。もうスウェーデン軍飯盒でも作ってますけど、炭を使うと非常に楽ですね。まあ、という動画でした。おしまい。